小淵山に来るまでいろんな浜あると思うんですけど、はいはい、とか沿岸部通ってくると思うんですけど、ここにたどり着いた理由っていうか、そう4月の終わりにね、ゴールデンウィーク入った時だったかな、やっぱりとりあえず物資をある程度集めたんですよ。はい、だいたいトラック1台分ぐらいにはなったんだけど、とりあえず自分の車に積めるだけ積んで必要なところ探しに行こうっつって、その時ちょうど来てた妹と一緒にね、牡鹿半島は絶対いろいろ大変なはずだと思って、ずっとその入ったところ、サンファンのところから、今来る時の道じゃなくて、こう脇に入ってこの竹浜だっけ、なんかあるんですよ、いろいろね。あの辺ちょっと通ったんだけど、あの辺通っていろいろ話聞いてったら、いや、こっちは別に困ってないよとかっていうところ、ずっとそんな感じだったので、一応聞いて回ったんですよ、人がいたところには。で、ここにこことか、一回ここを通り過ぎて、ここはほら、なんその見たところ、なんかこの街道沿いはそんなに被害ないみたいに見えるじゃない。だからここは大丈夫かなと思って先に行って鮎川まで行ったんだけど、鮎川もほらいろいろ自衛隊の車やら結構物資が来てるから、これ大丈夫だなと、じゃあ大変なとこないのかなと思いながら一回引き返したら、そっちに避難所っていうその看板があっちこっち立ってるじゃない。あれ見つけて、あれ避難所ってどういうことかなって聞いたら、ほらみんな分散していると。で話聞いたら、あまり物って来ないよねって、その必要最低限のものしか来てないねっていう話だったんで、じゃあここに持ってきた方がいいなって言って、次の時に2、3日後かな、ワンボックス2台とかでそれ持ってきたんですよ。皿とか茶碗とか生活用品、シャンプーとかそういうのとか、あと毛布とか、そういうのいろいろ日本全国の、そんな多いわけじゃないけど、友達と他にもいろいろ何人かで集めたのを持ってきて、でみんなそれを定期的にこう送ってくれるようになったから、また1週間に1回ぐらい持ってくるのをちょっと続けてたんですよね。それを続けてる中で姉妹とか今回の祭りに立ったんです。そう後藤さんと会って、最初はこの辺ちょっと持ってきたんだけど、後藤さんがちょうどいてさ、いやもう本当に物来ないところ連れてくからって、この辺は意外と来てるから、だからこっち行ってくれって言って連れて帰ったとことかあって、本当にそっちはさっきのずっと奥の方なんだけど、プレハブのナットのプレハブのうちとか結構あったでしょ、ああいうところとかに持ってってやってくれって言うから、でそういうところに持っていくようになったりして、本当そっちの方は全然物来てなかったので、食料ってその行政が。そこはプレハブの部屋で何人ぐらいの人がどんな感じでいたんですか？そこで家族で一家族だけとかなんだけど、結局ほら誰かのうちに居候することになるから、やっぱり居づらいじゃない。それで自分でそういうことをやるバイタリティのある人たちはそういうことをやってるんだけど、プレハブ作って、そうだからそれで後藤さんと仲良くなったから、仲良くなってっていうか、俺が後藤さんのそういうところ惚れてさ、自分で物をもらうとかさ、こう囲うとかってことは絶対なくて、あそこに持ってってやってくれっていう人だからさ。で後藤さん家片付け手伝ったりさ、いろいろやってたんだけど、だから話したら獅子流されたんだっていうから、そういうのって助成金とか出んじゃないかなと思ってさ、でじゃあ俺申請してみるわって言って、だからほらいろいろ出たからでやろうってことになったんだけど、結局今漁師さんたちっていろいろほらここに入ってきて物資持ってくるだけだったら分かんなかったんだけど、いろいろこうやって後藤さんと知り合って話するようになったら、状況がだんだん分かってくるわけですよ。で状況が分かってくると問題が見えてくるし、そこで自分がじゃあできることなんだろうなって考えるようになるし、そんな感じでここと関わるようになって、で今漁師さんたちはほら漁業特区の話も決まらないし、割と中ぶらりんというか、だいぶ最近は牡蠣の養殖とかね、また再開し始めたんだけど、なかなか後藤さんだって船3つ流されてるしね、なかなか進まないし、こう何も見えてない状態だったから、その中でやっぱりほらちょっと短期的でもいいから目標というかね、そういうものっていうのは絶対必要だよなっていうのがちょっと思って、まさに獅子なんかそれいいだろうなと思ったから、それやりましょうよっつって、でじゃあやろうかで、まさにこれからなんだよね。結局お金を出て来週あたりから作り出せると思うんだけど、この間ほら石巻で行ったあそこの下借りた
まあ、そんな感じですかね。なんか小淵浜通信もすごい記録としてすごい詳細に書かれてて面白い。あれはだからなんかここの記録というよりは多分、まあ、支援したいと思った人間の紆余曲折で自分なりのやり方が確立されていくまでみたいな感じだと思うんですよ。多分そのみんな日本結構こう被災地に入ってる人たちってそういう人たち結構いると思いますよ。そのどうしたらいいんだろうっていうんでやりに来てやってみたらこうじゃないなとか。やっぱりほら俺も思うのがこういうお祭りをやるとかさ、あそこのその神社ああいう神社とか中心になんていうの信仰があってで漁師さんたちっていうのはさやっぱり自分たちのそういうなんていうかな習わしで生きてきてる人たちだし、そこに本当はほら日本人の大切にしなくちゃいけないものもあるし、だからなんか復興するのにやっぱりそういうのは大事にしてほしいなと思うんですよね。従来の仕組みとかをそのまま戻すじゃなくて新しいものをしていく必要はあるけど、でもやっぱり大事にしなくちゃいけないものは絶対あるから、後から調べて分かったら調べてとかいろいろ聞いて分かったらこの辺はあちこちにそういう獅子舞ってあるんですよ。ちっちゃい浜に全部それで流されてるところもすごく多いの。そこなんかはまだ手つかずだから太鼓流されちゃったとか、これからそういうのやっぱり必要ですよね。どうにかするやっぱり動きがね。